ネズミたちが移住し、小さな里ができた。そんなある日、またも他の島から移住者がやってきた。どうやらその移住者は大変大ベル持ちらしく、島の北東の山を買い取りたいという。早速集会で相談したところ、島に貢献してくれるなら問題ないということになり、新たな移住者現地の言う通りに山を開拓することとなった。果たして今回はどんな開拓物語になるのだろうか。こんにちは、まずくです。居所島の島繰り動画も今回で8本目となりまして、なんと今までのヤースコペマートスリーピー島だと夢見動画まででだいたい8本ぐらいで終わってたんですけど、まだスペースが余ってます。島の広さは同じはずなんですけど、多分あと 2,3 本ぐらいは作れそうな感じがしてて、ちょっとまだ島が完成するまでもうちょっとお付き合いいただく感じになるかなと思うんですけど、個人的にはまだ和風島作れるのかっていう感じで嬉しいですはい、ということで今日は源氏が買い取った山を開拓して忍者屋敷を作っていこうかなと思います。それでは早速作っていきます。どうぞ。まずは作る場所まで移動します。今回は温泉宿を抜けて奥に進んだ場所に作っていきます。で、山を開拓したという設定なのであらかじめ崖を作っておきました。で、いつもだと新しくエリアを作るときはすでに作ってあるエリアに隣接するところに作っていくことが多いんですけど、今回に関してはかなり大きくなりそうだなと思ったのと、こういうもう崖とかたくさん使う島釘のことをがっつり系って呼んでるんですけど、がっつり系の島釘になりそうだなっていう感じがして、一体どのくらいの面積を使うかがわからなかったので、島の端っこから作り始めることになりました。今回もイメージ図を描いてあるので、それをお見せするとこんな感じです。絵でも見てわかる通りがっつり系の島釘になってるかなと思います。では島繰りを始めていきます。まずはカメラを開く位置を決めて、この位置から絵に描いたような景色が見えるようにしたいなと思います。で、今回は建物を3軒使うんですけど、そのうちの2軒は動物のお家になっていて、3段目に建てようかなと思うので、まずその3段目の崖を作ります。次は建物の位置を決めます。2軒の動物のお家の間にサブ住民のお家が来るようにしたいなと思うので、お家とお家の間は5マス開けておきます。ちなみに遠くから見るとこんな感じです。はい、という感じで2段目にサブ住民のお家も建ててみました。後ろに建てた3段目の動物のお家がサブ住民のお家とくっついて見えて、大きな建物に見えるかなと思います。で、サブ住民のお家の外観は紫色の外壁にして忍者の屋敷っぽくしてみました。では次はこのままだと動物が崖から降りられないので坂をつけておきます。はい、遠くから見るとこんな感じです。ではここからなんですけど、忍者屋敷のイメージってなんか迷路みたいになってたりだとか、からくりとかがあるイメージなので、実際にからくりは仕掛けられないんですけど、からくりがありそうな雰囲気に近づけたいなと思います。なのでまずこの画角の真ん中を1段下げます。で、手前側は削らないので掘り進めつつ後ろは埋めて、だいたい9マスほど進め終わったところからどんどん穴を広げていきます。
はい、ということでこんな感じになりました。サブ住民のお家よりは幅を広くして、2軒の動物のお家よりは幅を狭くしてます。でここから一体どんな感じにするのかというと、建物だけじゃなくてこの穴の周り、穴の中自体も建物のようにしていきます。でこの穴自体は後で建物で囲うんですけど、中庭にしようかなと思うので、まずこんな感じで土の道を全体に敷きます。でこのままだとちょっとのっぺりしているので、まず川の前デザインを小川ぐらい細い幅で敷いてメリハリをつけていきます。でさらにその周りには草地の前デザインを使ってさらに変化を出します。はい、これで地面はこんな感じになりました。ではここからどんどん飾り付けをしていきます。中庭に見えるように穴の周りを西部の街並みで囲っていきます。手前側は囲ってしまうと中に家具を置いた時に見えなくなってしまうので、左右と奥だけ置いていきます。でここから松の木と、中庭は忍者が修行ができる場所にしようかなと思うので、手裏剣の的になる木製看板と、さっき敷いた小川の上には忍者がこうぴょんぴょん飛んで修行ができるような丸太の杭を置いていきます。であとは行灯を置いておきます。はい、こんな感じになりました。どうでしょうか。もうね、私は島繰りを進めていく時にこの場所ができた時点で、今回これはやり直しをせずにストレートに完成できるぞっていうのを確信してました。もうそれぐらい気に入ってます。なんか忍者要素も増えて、だいぶ忍者屋敷にも近づいてきたかなと思います。ではまだまだ飾り付けていきます。まだ中庭部分にしか建物を建てられてないので、その周りに建物を作っていこうかなと思うんですけど、そのためにマイデザインを貼っていきます。この穴の周り全体を渡り廊下っぽくしたいなと思うので、マイデザインは木の板のマイデザインを選びました。でここからは一体何枚敷くんだろうというぐらいひたすら木の板を敷いていきます。なんかポイントとかもあるかなと思ったんですけど、木の板を敷くのに特にポイントはないです強いて言えば穴と同じようにさらにこの2段目も建物で囲おうかなと思っているので、その建物に合わせて今敷いていってます。であと手前のカメラを開く位置だけはちょっとだけ広めに敷いてます。でそれもなんでかというと、さらに手前側に他の家具とか木も置こうかなと思っているので、カメラを開いた時にそこが狭いと自分の姿が映らなくなってしまうので、ちょっと広めにしてます。なんか結局ポイントがあったような気もするんですけど、はい、こんな感じになりました。木の板を敷いただけでだいぶただの崖が建物らしくなってきたかなと思います。で次は西部の街並みの屋根の部分が飛び出ているのがちょっと気になったので、あえてそのまま使うこともあるんですけど、今回は塀で囲っていきます。はい、どんどん建物になってきました。で次なんですけど、もう一回地面にマイデザインを敷いていきます。なんですけど今回は土のマイデザインを一旦敷きます。その理由は後々わかると思うんですけど、とりあえず土の道を3列分敷いて、真ん中以外を透過されていない木の板のマイデザインで埋めていきます。
でこれを反対側も同じように敷いていくんですけど、撮影している時に坂の位置が1マスずれていることに気づきました。なので1マス分坂をずらして前デザインも足しておきます。はい、これで前デザインを敷き終わったので、次はその上に西部の街並みや東屋をどんどん置いていきます。で、土の道にした理由が、そこに木を植えるからという理由と、木と木の間の隙間が草地以外になっていた方が手抜き感がなくなるかなと思ったのと、なんとなく草地のままよりかはちょろっと隙間が見えた時にでもなんか建物ですよっていう説得力がまだあるかなと思ったので変えてます。はい、こんな感じになりました。ここ一帯が建物に見えるかなと思うんですけど、どうでしょうか。左右の空が木で隠れているところなんですけど、隠れていた方が忍者屋敷っぽいかなと思ってあえて隠しました。あともう一個ポイントが、西部の街並みだけじゃなくて四隅に東屋を置いて変化を出したのもポイントです。では次は手前側を作っていきます。その前に今崖がプツッと切れている状態になっているので、ちょっと形を変えて自然な作りにします。でここ加工があるんですけど、またその加工周りは手前のエリアを作るときに考えようかなと思うので、一旦そのままにしておきます。では形を整え終わったので、次は道を敷きます。忍者屋敷のメインの入り口になるようにしようかなと思うので、前デザインは変えました。でもうこの道の周りはさっきも言った通り、木とか崖で忍者屋敷自体が隠れている方が濃いかなと思ったので、まず東屋に崖をくっつけます。なんかイメージは入り口部分以外を建物とか今作ってるみたいに崖で埋めた方が敵から攻め込まれない感じになって隙もなくなるかなと思ったので崖で埋めています。でその他の部分は木と低木と麦畑で埋めていって、木を植えない箇所に関しては砂利や石畳の前デザインを敷いておきます。ではここからひたすら手前側を埋めていきます。どうぞ。はい、ということで木を植え終わったので、お城の塔とお城の門を置いてもっと入り口っぽくします。はい、全体はこんな感じになりました。だいぶわさわさになって豪華になったかなと思います。でもまだまだ家具を足します。やっぱ忍者屋敷なんでちょっと怪しさもあってもいいかなと思うので、道と同じ柄のローパネルを置いて、さらに遺跡の柱を置いていきます。すると、はい、こんな感じになりました。全く和風の家具ではないんですけど、全然馴染んでるかなと思うのと、なんとなく怪しさが追加されたかなと思います。では次は建物の外側を埋めていきます。先に東側を埋めていくんですけど、もうここは幅がないので植物でどんどん埋めていって、東屋の前だけは石畳を敷いて、
さらに灯籠を置いておきます。砂浜はまた今後作ろうかなと思うんですけど、今なんとなくイメージしているものが忍者だけが使う砂浜にしようかなと思ってます。で、さらに3段目の崖周りも埋めていきます。はい、こんな感じになりました。では次は西側を埋めていきます。こっち側も隣のエリアに何が来るかまだ決まっていないので、とりあえず1列分だけの木を植えておきます。で、こっちの東屋の前はあえて灯籠は置かずに忍者以外も通る可能性があるので、目立つ感じにしたくなくて灯籠は置きませんでした。はい、ということでこんな感じになりました。では最後に3段目を埋めていきます。もう3段目もかなり置くところが少ないので、一旦石畳の前デザインを敷いていきます。で、西部の街並みの裏側にメインの入り口にも置いたローパネルを並べていきます。で、次に建物周りなんですけど、まず建物の裏に階段を置いて、その他の部分は塀で埋めていきます。で、次に建物と建物の間に滝を作ります。で、あとは石畳と竹の車止め、松を置いたら、これで今回の島栗は完成です。いかがでしたでしょうか。今回は忍者屋敷を作ってみました。入り口がたくさんあるのと、敷地全体を建物っぽくしたことで、実際にからくりはないんですけど、なんとなく仕掛けられているように見えるかなと思います。あと個人的な話なんですけど、最近江戸時代の建造物が残っている場所に実際に行ってきたんですけど、想像以上に良すぎたせいで、もう与那国島終盤なんですけど、倍以上に島栗楽しくなっちゃってます。まだまだ楽しめるのにあと 2,3 本で終わっちゃうのかっていう何とも言えない気持ちなんですけど、最後までこだわり詰め込んで完成させたいと思います。ぜひ見届けてもらえると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。